王様とセジャの服の色についてお話しいたします。その前に中国大陸の皇帝が使用していた服の色について触れておきましょう。中国大陸の皇帝は黄色い服を着ており、これは最も位の高い色とされています。この服はファンニョンポと呼ばれ、刺繍には5本指の竜が描かれています。色の高貴さの序列は、最も高貴な色が黄色、その次が赤色、そして青色の順となっています。朝鮮王朝時代の王様の服は、中国大陸の皇帝の色である黄色を避け、主に赤色が採用されました。この服はコルリョンポと呼ばれています。ただし、すべての朝鮮王が赤色の服を着ていたわけではありません。この服には金色の竜の刺繍が施され、胸、背中、両肩に配置されています。この服は王様とセジャが着用しました。刺繍の竜にはかぎ爪が書かれており、王様は4本、セジャは3本と決められていました。しかし、第4代王セジョンの時代、秦の皇帝から5本指の竜が描かれたコルリョンポを可視されて以降、朝鮮王も5本指の竜を身にまとうようになりました。それに伴い、セジャも3本指から4本指に昇格しました。コルリョンポを着用する際には、イクソンワンという皮に漆を塗った冠をかぶりました。この冠は通称うさぎ耳帽子とも呼ばれ、その特徴的な形状が注目されます。ちょっとかわいい帽子です。また、セジャのコルリョンポの色は、朝鮮王朝初期は赤色が一般的でしたが、後期には濃い青色または紺色に変わりました。刺繍の竜は金色か銀色で描かれ、権威と格式を象徴していました。さらに、朝鮮王朝初期のコルリョンポの竜のデザインは横向きでしたが、途中から正面向きのデザインへと改められました。まとめると、中国大陸の皇帝の色は黄色、刺繍は5本指の竜、朝鮮王は服の色は主に赤色、刺繍は金色で竜、4本指から5本指に改められました。セジャは初期は赤色でしたが、後期は濃い青色や紺色に改められました。刺繍は金色または銀色で竜が
施されていました。かぎ爪は3本指から4本指に改められました。官僚の服の色分けは朝鮮王朝の厳格な身分制度の一環であり、会員ごとに異なる服の色が定められていました。ドラマでの演出ではなく、史実として確認されています。章3本以上の中心や大臣は赤色、13本から16本の中堅の役人は青色、章7本以下の下級役人は緑色。一方、女官の服については詳細な歴史的記録がありません。そのため、ドラマ制作者が時代背景や階級に基づいて色彩の演出を行っていることが多いです。ドラマでよく見られる女官の服の色をお話しいたします。三軍は上着は薄緑色、スカートは藍色。ナインは上着は淡い赤、スカートは藍色。見習いの女官、上着は薄いピンク、スカートは青色。これらの女官の服の色はドラマの演出です。あくまでも史実ではありません。服の刺繍の位置と形についてお話しいたします。朝鮮王朝時代の王族や官僚の衣服には胸と背中に刺繍が施されていました。この刺繍は地位や身分によって形や配置が異なり、格式や権威を象徴する重要な要素でした。主に王族が着用した円形の刺繍をそして官吏が着用した方形の刺繍をお茶と言います。この形状には古代中国の思想の一つである天円地法が反映されているようです。この思想では天は丸く、地は方形であるとされており、宇宙の構造を示す象徴的な形として伝わってきました。また、この考え方は日本の前方後円墳の形状に影響を与えた可能性もあると言われています。ただし、独特な形状が全く異なる思想に基づく可能性もあります。あくまで一説として考えられています。また、刺繍の配置についても身分により異なりました。王様、セジャ、テビ、ワンビ、セジャピンの衣装には胸、背中、そして両肩にも刺繍が施されていました。一方、
それ以外の王族や側室、官僚の衣装には両肩の刺繍はついておらず、胸と背中のみに限られていました。刺繍のモチーフについてお話しいたします。時代や身分により異なりますので、おおよその目安としてお話ししていきます。王様、セジャ、ワンビは竜でした。デビ、セジャピンなど高位の王族は鳳凰でした。側室など下位の王族は鶴でした。官僚に関しては刺繍のモチーフが異なりました。高位の文官はクジャク、鶴、雁などの鳥類で2羽。下位の文官は同じく鳥類で1羽。高位の武官はキリン、トラ、イノシシ、鹿などの獣類で2匹。下位の武官は同じく獣類で1匹でした。イクソンガンや夏以外の朝鮮王朝時代の冠や帽子についてお話ししましょう。官僚が王宮にいるときは、サモという横に張り出した羽がある冠をかぶっていました。日本では豊臣秀吉がかぶっていた冠として有名です。官僚が自宅にいるときや儒生がかぶっていたのはチョンジャガンと言います。ギザギザの山の形をした羽の冠です。武官の軍服着用時にかぶっていたのはチョルリプと言います。頭頂部に鳥の羽やクジャクの羽などをつけていました。顎下の玉はペヨンといい、サンゴ、琥珀、水晶などで作られていました。そろそろ完成です。お話の続きは次の動画でお届けします。配信をお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が良かったよと思った方は、ぜひ高評価をお願いいたします。そしてチャンネル登録や応援のコメントをしていただけるととても励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。